こんにちは、東京ベジライフのなつきです。今日はインド料理の研究家で栄養学のアドバイザーでもあるヘンマ・パレックさんにお越しいただきました。今日はヘンマさんと一緒に南インド料理を作っていきます。ヘンマさんは5冊のレシピブックを今までに出版されている方で、一番最近に出版されたのがこちらのアジア7カ国の本格カレー。こちらの本から、サンバールという南インドのカレーを一品作って、そしてこちらの、サウスインディアンベジタリアンキッチン、初めてのベジタリアン南インド料理というクックブックから、レモンライスを作っていきたいと思います。サンバールを作っていきますか。行きましょう。はい、サンバールから行きましょう。はい。で、今日のサンバールはカリフラワー入りということですね。そうです。カリフラワー入りと、で、今日はマサラですね。マサラの方は、もうペーストで準備していただいてきているんですけれども、すごくいい香りですね。これは最初に玉ねぎみじん切りと、あとスパイスをいろいろ一緒に油と炒めて、でブレンダーでかけたものになるんですね。はい。最後にココナッツを足して、ココナッツフレーク。フレークでもいいし、このパウダーでも大丈夫です。はい。大体野菜をカバーできるぐらいの。なるほど。野菜がひたひたになるぐらいですね。はい。の量のお水を使っていきます。もうお水から入れてしまっていいですね。お水から入れてしまって大丈夫です。はい。でサンバールっていうお料理についてちょっと教えていただきたいんですけども、サンバールは南インド料理のもう本当代表的なそうですね。お料理なんですよね。日本のお味噌汁と同じで、ベースは一緒ですけど、いろんなフレーバーのサンバルができます。例えば毎日のようにいろんな野菜を使わないで玉ねぎだけのサンバルを作りますし、野菜を全く使わないで豆のスープだけでもサンバルが作れます。でもその代わりいろんなお野菜、例えばインドは白ウリ、白ウリ使ったり、あとかぼちゃ使ったり、オクラ、いろんな野菜を使って好きなお野菜を入れて作っていいナスとか、ナスとか人参とかで、それを入れて作るとミックスベジタブルサンバルになります。なるほど。じゃあ今日はカリフラワーで作ってますけど、例えばそういうナスとかズッキーニとか自分の好きなお野菜で作りたいと思ったら、同じように最初にそうです。サンバルのベースの作り方は一緒ですけど、これ今日作ったこのローステッドスパイスココナッツペースはスペシャリこのサンバルに対してのリクワイアメントですから、すごくリッチ、豆とサンバルマサラだけではなく、このスパイスのベースも入ってるから、もっとリッチなサンバルができます。なるほど、なるほど。そうですね、私もサンバルは何度も食べたことあるんですけど、あんまりリッチなイメージじゃなくて、もうちょっとさっぱりした感じのイメージがあるので、あとまたレストランで食べるサンバルはもう少し水っぽく水っぽい。じゃあ今日はちょっとクリーミーなリッチなサンバルにしていくっていう、ティックなサンバルにしていきましょう。いいですね、美味しそう。でインド料理は、今日は南インド料理を作っていくんですけど、多分日本のレストランで食べるインド料理って大体北インド料理が多いと思うんですけど、北インド料理と南インド料理ってどう大きく違うんでしょうか？そうですね、大きな違いは、ベースステープル、北インドのステープルは、ウィートです。パンメイン、そうですね、ナンとかパラタとか、チャパティとか、パトゥラ、いやチャパティはインド全体に作られる毎日のように食べられるパンですけど、南インドはライスベースです。お米がメインで、あとライスと豆を使った料理をよく作ります。スパイスそしてお豆を結構使ったりもしますよね。そうです。例えばこのサンバルマサラにも豆をローストして入ってるんですね。チャナ豆とウラター豆が入ってます。
あとそうね、インドは大きく分けると北と南と西と東ですよね。で大体そうですね、北インドと東イーストの方はよくマスタードオイルを使います。マスタードオイル、クッキングに、はい、マスタードオイル、そう体を温める。北の方は結構寒い地方ですから、もっと脂濃い料理を作ります。リッチなグレービーとか。そうなんですね。はい。So our farmers and soldiers are mostly from North India. And 体が大きい人も多いですよね。背も高いし。で、私はグジャラート出身ですね。マハトマ・ガンディが生まれた。で、グジャラート料理は少し甘みがあって、少しピーナッツオイルがよく使う。そう、甘いっていうのは聞いたことあります。そうです。甘みと辛さのいいバランスをとって、だからレモンジュースとピーナッツと少しシュガーとチリ、フレッシュグリーンチリとか使った料理が多いですね。だからグジャラートの方はジャイナ教の方が多いんですかね。そうですね。私はジャイナ教の家族に生まれましたから、小さいうちから小さい頃からベジタリアンのライフスタイルを過ごしてますね。ジャイナ教徒の方はベジタリアン、厳格なベジタリアンの方が結構多いんですね。多いですね。で、例えば根菜、ルートベジタブルとかも食べない方も結構いらっしゃいますよね。おばあちゃんは食べなかったんですね。なんかその根菜を収穫するときに微生物とかも一緒にこう収穫してしまって殺してしまうとかいうことがあるので、それすらも食べない。全ての生き物に対して大事にしてあげるっていう気持ちなのね。っていうライフスタイルですね。なんですよね。だから動物は食べ物だと思っていなかったし、食べたいとも思わないし、食べたこともない、一切タッチしたことないんですね。生まれた時からずっともベジタリアンなんですよね。ずっともベジタリアンで。ヘマさんは日本に来てもう何年になるんでしたっけ？もう35年以上です。35年。19歳の時から日本にいます。そうなんですね。長い間。お世話になって旦那様とインドで結婚されて、で日本に旦那様のお仕事の関係で日本に移り住んできて、それでもずっとも。でも最初来た時は19歳で、その前はご実家に住んでらっしゃったんですよね。だからあんまりお料理とかもしたことがなくて、全然タッチしたこともなかった。豆を洗ってあげるぐらいお母さんのヘルプをしてたんですね。だから日本に来て初めてお料理を作ることになったんです。覚えて、なので日本に来てからこれは自分でちょっと料理をしなきゃいけないっていう状況になって、いろいろこうお母さんに電話してどうやって作ったらいいのとかやりながら、最初に主人に言われたのは、電話代よりもインド行って安いかなっていうふうに言われたんですね。もうその時はスカイプとかないですもんね。スカイプなかったし、WhatsApp もなかったから、もう全部 KDDI を使って電話してたんですね。Once you realize how to use the spices, then その緊張しないでもう使うとその自分の気持ちを入れて、なんかこのアートワークを作ってるように思って作るとすごく楽しくなる。なるほどね。でそうしてるうちにやっぱりいろんな料理を作りたいと思っていろいろ自分で作るようになって、あとまず最初はお友達を作りたいと思って周りの住んでる日本人をうちにインバイトして、自分ができるものを作ってあげたら、もちろんすごく美味しいと思ってくれて喜んで食べてもらったんですけど、今度それまたベジタリアンっていうとすごく驚いて、なるほどね。これなんか肉や魚の出汁を使わないでこんな美味しい料理できるのって信じられないとかね言われて、でそのうちみんな
習いたいとか、それでから、クッキングクラスの始まり、もうその時なんか今ご自宅でインド料理とかを教そうえですそうです、てらっインド料しゃるんですよ理とアジね。アの料理ね。黄色いレンズ豆ですね。こちらを茹でて炊いておいて、でブレンダーでピューレ状にしたものになります。はい、それを今度ここに入れていきます。あと本当に南インドでは、はい、タマリンドをスーパーさんに使うんですね。タマリンド is a coolant, it's a fruit, and so this is dried tamarind. はい。よく潰して、そのパルプを、そうそうそう、パルプを取ってそれを使うんですね。なるほどなるほど。タマリンドは酸味を足すものですね。酸味を足すもの。あとit's a coolant. そうインドの体を冷やす効果がある。インドのスパイスはそのインディアンクッキングはその5000年以上前からのアユルヴェダ、it's based on the science of アユルヴェダですね。スパイスはいろいろ薬としての力もある。そのスパイスの使い方で体を自然に元気にしていく。なるほどね。タマリンドであれば例えば暑い時に体を冷やしたいと思ったら使ったりする。そうですね。だいたい自然もので調整していく。スパイスもいろんな組み合わせがあって、同じ材料使ってもスパイスを変えていくだけで、いろんなエキゾティックな料理ができます。それがすごくマジカルですね。インドのスパイスの力ですね。シンプルなもので、そうです。シンプルなものでエキゾティックな料理を作れる。あとインド料理は結構トマトを使うことが多いですね。カレーに入ってることがそうですね。はいはいはい。ほとんどでもフレッシュトマトを使うのが多いですね。じゃあフレッシュトマトとトマトピューレと両方入れていきます。じゃあトマトはちょっと酸味を足すっていう意味もあるんですね。そうですね。あとタマリンドより少し甘さ、タマリンドの強さを比較する。ちょっと弱くする。あとピーマンも入れます。はい、ピーマン入れます。一番大事のサンバールマサラ。サンバールマサラ。はい、南インドのスパイスですね。北インドはガラムマサラ使いますけど、南インドはサンバールマサラを使います。はい。So we will start with about 3 teaspoons. はい。美味しい。じゃあストップしてください。はい。ジンジャーもあと風邪とかにもいいし、喉にもいいしね。アユルヴェダ的にはすごく重要なこのぐらいで大丈夫です。ハーブですよね。インドはね、もう考えないでもう自然にこれはもう入れちゃうのね、この中に。切らなくて大丈夫ですか？切らなくて大丈夫。ホールのまんま。グリーンチリを入れないでお料理を作るなんて考えられないんですね、インドでは。いい感じ、美味しいです。これはシーズニングスプーン。そうです、テンプリングスプーンですね。そう、シーズニングスプーンですね。油でスパイスを炒めて、油に香りをつけて入れるっていうのがテンパリングですね。それをテンパリングですね。大きなパーティーがあって前の日に何品かお料理も作ってあります。豆のカレーとかダールとか野菜カレーとかで、今度それをフレッシュにしたり、でもただ温めるだけじゃなくて温めて今度シーズニングを最後にまたかけてあげるとよりそうです、あとよりフレッシュな仕上げになります。それシーズニングのこの秘密っていうかこのマジックはお料理の始まりにもなるし、仕上げにも仕上げとしても使える。そのスパイスの材料とスパイスの量はベースとして考えて、今度自分の味に合わせていって大丈夫ですから、あと一つのスパイスがないとこれが作れないとか思ってほしくないのね。あるもののでとりあえず作ってみて、絶対それはダメにはならない。塩が多すぎない限り。大事なね、あとこれから入れるのはこのカレーリーフとヒングです。
ヒングね。はい。 This is very important spice. ガス抜きの働きをします。It helps to digest the effects of the, helps to minimize the effects of the lentils, because a lot of lentils are used in the cooking. しやすいブロッコリーとか、なりやすい野菜ですから、その野菜を使ったカレーですとまたヒングをよく使います。ガスを抑える。そうです。抑える。はいはいはい。はい。じゃあ足していきます。だから不安があったらちょっとずつ足してみるといいかもしれないですね。なんか大さじとかは多すぎるんで、小さじずつちょっとやってみるとか。そうですそうです。例えば2人分ですと大さじとして使うスパイスってまずない。ないね。で、あと例えばこういうターメリックとかはちょっと苦味があったりするので、だから大体もうハーフスプーンが4分の1だけですね、使うのはね。他にも何かこう結構強いもので、例えばヒングですと本当に一つまみですね。小さじ1とかは入れない。ヒングは結構臭みがあって、足の裏みたいな匂いがちょっとする。だから少しだけね入れるのが。So this is like うまみね。入れるか入れないかすごく味が違ってきます。隠し味ですね。隠し味です。インドの隠し味ね。はい。私はすごく好きなのはコリアンダーシードです。コリアンダーシード。コリアンダーシードね、こう見るとすごくシンプルなスパイスですけど、これをローストして潰して入れるとすっごくリッチな香りになります。コリアンダーシードは、パクチーの種の部分ですよね。そうです。種の部分です。そうです。パクチーのね。コリアンダーね。そう。だからコリアンダーは葉っぱの部分も使うし、生のままのも使うし、種の部分を乾燥させたこう種のままの部分も使いますし、粉にしても使う。それはコリアンダーパウダーですね。あとそうですね、インド料理にはもうここだけ切って根っこの部分ね。そう。でもこの部分は今度タイ料理作ってる時にストックに使いますし、あとグリーンカリーペースト、レッドカリーペーストにもねよく使いますから。それはまたルーツも使いますからね。根っこの部分がすごく香りが強いので、タイ料理はそれを使われるのね。では2品目のレモンライスを作っていきたいと思います。レモンライスも南インド料理ですかね。そうです。レモンライスも南インド料理です。じゃあまずカシューナッツとピーナッツを軽く炒めていく。じゃあナッツを揚げるようにしてまずちょっと出してまた最後に足しますね。ご飯の味付けをしてから。で今日はご飯をもう炊いてきているんですけど、インドのバスマティライスを炊いてきています。そう、インドのバスマティライスは日本のこうもちもちしたお米と違ってさっぱりしたドライな感じですね。タイ米とちょっと似てるんですけど、でもタイ米はすごく香りが強いんですね、ジャスミンライスは。そうですね、強いだし、少しインドのバスマティライスよりラフですね。インドのバスマティライスはもう少し贅沢な、rich and long ですね、長いですね、確かに。すごい長いんですよ。でスパイスがしっかり色づくまで炒めていく。そうですね、炒めていきます。これはレモン汁とターメリックとお塩が入っているものですね。をご飯に入れてしまってこれを混ぜますね。食べ方として順番として言うと、まず最初にご飯とサンバル混ぜて食べます。次のコースとしてご飯とラッサム最後はご飯とヨーグルトライスですね。じゃあご飯3回食べる。その食べ方としてね、トラディショナルの食べ方としては、例えば東 Where I come from グジャラートの方は始まりはパン、食事の始まりはパンと一緒に
豆のカレー、野菜カレーを食べます。うん、で最後にもうパンはもういらないと思ったらご飯が出てきます。綺麗な色ですね。綺麗な色ですね。あとゴールデンカラーも足しまナッす。ツも足していきます。もうインド風チャーハンというか、そうですね。炒めてっていう感じそうですね。ですね。チャーハンに近いんですね。そう、ここにはほとんどはお野菜は入れないんですけど、みじん切りの人参とか、人参とか、インゲンとか、いいですね、ピーマンとか入れても美味しいですね。はい。どうでしょう。グー。レモンがすごいね。レモンが効いてるから美味しい。ね。すごい美味しい。美味しい。これとヨーグルトだけでもご飯になるぐらい。なりますね、全然。これはぜひ皆さん簡単にできるし、お家で試していただきたいですね。ぜひ作ってみてください。ではラストの3品目はライタ。ライタです。はい、ライタを作っていきます。はい。ライタはどういったお料理になりますか？ライタはサラダですけど、ヨーグルトベースサラダになります。ヨーグルトベースのサラダのサラダです。で、いろんな種類のライタが作れます。一番ポピュラー、一番普通に作って食べてもらってるのはキュウリのライタですね。今日はそれを作りましょう。はい。仕上げに少しスパイスを足します。クミンパウダーを足します。それは最後にね。そうです、最後に。それは瓶のまま売ってるクミンパウダー使ってもいいし、フレッシュのクミンをローストしてまた潰して入れるとより違う、より美味しい。じゃあこれは油を入れずに空炒りするんですね。そうです、空炒りです。ちょっとやっぱりスパイスとか置いておくとちょっと湿気ちゃったりとかするので、空炒りしてフレッシュになります。フレッシュにね。フレッシュにするのと、あとフレーバーをもっとハイライトします。香りもね、すごく立ちますよね。ヘイマさんは辛いものは全然大丈夫ですか？もちろん。でもインドの方でも辛いもの食べられない人もいますか？います。青唐辛子の辛さはダメな人もいるし。そうなんですね。でも大体レッドチリパウダーを使って作った料理は辛いっていうほどでも辛くない。でもインドのチリって辛いけど甘みもありますよね。甘みもあります。これは石でできた。そうです。この香り嗅いでみてください。違うでしょ、全然。インドのこのスパイスを吸ったりするのはこういう石のものが多い。そうですね。石のものかアイアン、銅、コッパーとかアイアンのものが多い。重いものじゃないとこのプレッシャーをかけられないからね。だから日本のすり鉢みたいなのだとちょっと弱いというか、すり鉢使ってもいいんですけど、多分ね、すり鉢ですとすごくその間に入っちゃうのね。なかなかそう手を取りにくい。で今日はビーガンレシピということで、ヨーグルトはソイヨーグルト、豆乳ヨーグルトをね使っていきます。はい。これ塩ですね。今塩が味付けで入りました。隠し味にお砂糖を入れて、そうですね。あと混ぜ合わせて、これさっきのローストクミンですね。チリをかけて、ready です。では3品完成したので、お昼ご飯にしていきましょうか。していきましょう。食べていきましょう。はい。とっても美味しそう。ありがとうございます。いただきます。で今日はパパともね、持ってきていただいたんですけれども、パパとはどういうものでしょうか？パパではいろんなベース、ライスベースか豆ベースで作られるんですね。
大昔すぐ最近まで、自分家で作って、ドライして1年分、作っておくんですね。1年分そう1年分、夏とかに、でも今はもちろんいいものを買えるようになってるから、みんなその買って、でこれはライスパパドです、ライスとレッダールパパド、これは揚げてありますから、少しこのご飯もサンバルもライタも柔らかいテクスチャーですから、これはシャキシャキしたのはご飯ととても合いますからね。でこちらのドリンクはレモネードドリンク、インドレモネードドリンク。そうですね、フレッシュインディンレモネードですけど、本当はとても透明でクリアな色、ホワイトシュガーを使ってると、でも今日はちょっとブラウンシュガーを使ったのでちょっと色がついてますけど、でもロックソルトと黒胡椒で味付けをして、ちょっとスパイシーなねレモネードにでもすごく美味しい。チュースですか？美味しい。美味しい？インドの味です。そうです。夏にちょうどいいですね。これからの季節にちょうどいいですね。ライタすごい美味しいです。美味しい？よかった。ナッティー&クリーミー。ナッティー&クリーミーですね。Rich flavor。すごく美味しい。よかった。辛さもちょうどいいですね。ちょうどいいですね。なんかもっと辛いかと思ったんですけど。それは調整できるからね。もっと辛くしたい場合は確かにね。ヘンマさんはもう生まれた時からずっとベジタリアンっていうことで、インドのそのベジタリアン、私もインドに前住んでいたので、インド人の方ってベジタリアンの方すごい多いじゃないですか。そうですね。45% とかぐらい。そうですね。もう半分近く、人口の半分近くがベジタリアンっていう国なので、本当にもう普通なんですね、ベジタリアンでいることがね。普通ですね。そうだからレストランでももちろんベジタリアンとノンベジのメニューがありますし、ベジタリアンオンリーのお店もたくさんありますし、あとベジタリアンですからなんかつまらないものを食べてるとかそういうふうに思われちゃうかもしれない。だけどそんなことはありません。野菜と豆とナッツとか使って、あともちろん自然な材料とスパイスとハーブの力でもう本当毎日のようにいろんな料理ができますから、例えばベジタリアンイクワルグリーンサラダとか、ナポリタンパスタとかじゃないんですね。すごく少し考えてもらえたら、組み合わせはいろんな組み合わせもできるし、いろんなアレンジもできます。だからインドのお料理はベジタリアンのものすごい多いんですけど、でも全然こう物足りなさを感じさせないというか、やっぱりスパイスとかいっぱい入っていて、すごくこうリッチなフレーバーですし、そうなのでベジタリアンに興味があるとか、もうちょっと野菜中心のね生活をしたいなと思ったら、まずインド料理を少し何品かレパートリーに加えていただけると、それはね、どうしてかというとインド料理に使われるスパイスはそれぞれ薬としての力があるので、薬効としてアユルベダのね、アユルベダの知恵で使ってるうちに自然に元気になる。よく私は聞かれるんですけど、今どうしていつも生き生きにしてられる、どうしていつも元気そうですね。それが多分ベジタリアンでいるからこそ、軽く体も軽いし、気持ちも爽やかでいられると思うんですね。本当それはベジタリアンのおかげだと信じています。大昔私日本に初めて来た時に、外食する時にとっても困りました。ベジタリアンだけ言うと、まずなんかこの世界のこの地球の人間じゃないみたいに見られて、もうどうしようって肉と魚の出汁を使わないで、美味しい料理ができるってことはもう考えられなかったのね、時期に。今なってきていろいろ結構変わってきてますけど、だからほとんど最初にいろんな相談にレストランのシェフがマネージャーと相談して戻ってきて言ってくれるのは、ほとんど
グリーンサラダならできますとか、ナポリタンパスタなんかケチャップで合わせたパスタぐらいならできますとか、だからそれがすごいショックだったのね。何でもメニューにあるものはそのベースだけ変えてもらえたら何でも作れるけど、でもそれはできなかったのね。自信持ってないから、これは使わないで美味しくできる。できるかわからないから。だからその試してみるのが大事ですね。そうですね。諦めないで、だからそれで私家で自分で作るようになりました。もうレストランでは食べれないから行っても頼めないから自分家で作って子供のために作らないと、いろんな国のだからタイとか中国料理とかいろんな国その旅行に行った時に勉強して今度自分家でそのベジタリアンでその同じ味を出すようにそのスパイスの組み合わせとか考えてそれで作るようになったのね。もしヘイマさんのお教室に来たいっていう方がいらっしゃったらどうしたらいいんでしょう。そうしたらぜひ私の電話番号を教えてあげてください。まず E メールでメールでね。でも電話で話した方が早い。すぐに何曜日の何日とかできますから、でお互いに時間を合わせて今度やりたいことが勉強できますね。どっちが好きですか？私は南インドの方が好きなんです。そう、なんか南インド料理の方が好きなんですけど、でも北インドの方がスーパーとかでも売ってるスパイスで結構作れるものが多いので、そうですね。ガラムマサラとか、ターメリック、クミンがあれば大体作れます。あとトマト、ニンニク、生姜、玉ねぎ、それがベースとしてある。そうなのでなんか北インドの方が作りやすいっていうのはすごいあるんですけど、でも南インド料理の方が味というかやっぱりお米に合う、お米に慣れ親しんで育ってるので、あとね一番思うのは、南インドは飽きないのね。軽いから。そう軽いんですよ。北インドより軽いから毎日食べても飽きない。確かに。あと豆とお米使って一緒にして使ってるからすごくヘルディー。私もどっちかというと南インド料理が作ります家でも。あとはやっぱココナッツミルクを使うことが結構多いじゃないですか。なので北インドだとやっぱり牛乳だったりとかするところ、ココナッツミルクが多かったりするので、ビーガンの方にもね、すごいいいかなと思います。北インドはパニールとかも結構使うからね。ミルクベースのね。そうですね。そういえばパニールはあんまり南インドでは使わない。パニールは使わない。そうなんだ。南インドの料理には合わない。日本人の方は長生きしますけど、元気で長生きしたい。そのために本当にこのスパイスを使ってお料理をスパイスとか自然の材料、豆とか使ってお料理をするようになったら、よりその違いが見えてくるのね。例えば週に2回ぐらい、じゃあこの家庭のインド料理作りましょうってなると、その軽さが出てきます。で、こんな美味しい、いつも私お料理教室終わったらいつも生徒さんに聞くんですね。なんか物足りないとか味足りないとか思いますか？そしたら、いや先生、こういう料理毎日食べれたらお肉とか魚を食べたいと思わないっていう。そうですよね。だからそれで分かります。普通の考えは、お肉と魚イクワル美味しい、他のものイクワルちょっとシンプルとか貧しいとか、だからそうでもない。このスパイスの力で、同じシンプルな材料でも美味しいものを作れる。あと軽いからその分だからプラスばっかりですね。マイナスは一切ない。ベジタリアンとインド料理を作る。だからライフスタイルに入れるの。なんか日本のインド料理屋さんとかってやっぱ北インド料理が多いっていうのもそうなんですけど、やっぱりレストランフードって脂っこい
脂っこい。そしてすごくヘビー、だからなんかお腹いっぱいになるけど後でなんかちょっと胃もたれみたいなものが多いんですけど、お家で作るとねその油の量とかももちろん控えられますし、全然もっとヘルシーにそう、もっと作れるので、ヘルシー。家で作ると全然また違いますから、ぜひね作ってみてくださいね。はい、インド料理ぜひね皆さん1品でも2品でもちょっとね試して作ってみていただければと思います。はい、あと何でもクエスチョンあれば E メールで聞いてくださいね。E メールで直接先生に聞けるそうですので。そうです。レシピ、多分ねレシピ本にも E メールは書いてあると思います。そうなんですね。だからフィードバックをぜひくださいね。5冊のねレシピ本がありますので、ぜひちょっと東京に住んでなくてお教室に行くのは難しいなっていう方でもねAmazon とかで売ってますので、はい、レシピブックをぜひ購入してみていただければと思います。よろしくお願いします。ということで今日は、インド料理の料理研究家でいらっしゃって東京でこうインド料理を教えていらっしゃるヘマ・パレックさんにお越しいただいて、南インド料理の作り方と素敵なランチを、はい、ごちそうになりました。こちらこそ楽しかったです。楽しかったです。ありがとうございます。それでは皆さん See you next time. さようなら。